皆さんこんばんは。お元気でお過ごしでしょうか。5月の9日になりました。皆さんどのようにお過ごしでしたか？私は今日はですね、気づきと許しの白鳥式ヒーリング講座の本講座で2日目となりました。で、参加されている方々が徐々に顔が若返っていかれるんですね。祈る力っていうのが身体に影響を及ぼすんだって改めて今回も感じました。先日のトークライブで4月の29日から7作品が公開されると私はお話しさせていただきました。実はですね、システムにトラブルが起きてしまって、その前日からですね、一切動画が見られなくなっちゃったんですね。で、その復旧に、ずっとこの連休中、いろんなやり取りをしながらですね、ようやく一昨日です。7作品復旧してご覧いただけるようになりました。ぜひですね、このチャンスに、この劇場用長編7作品ご覧いただければと思います。さて、今日皆様にお伝えしたい映画がこちらです。ストーンエイジ。この映画はですね、世界で初めて波動医療を映画の中に取り入れている作品です。で、この映画は、もともとはですね、今から30年以上前に、経営の神様と呼ばれた船井幸雄先生のご本を読んだことがきっかけとなっています。当時ですね、私は船井先生のご本を読んで、あることを知るわけです。宮古島に不思議な石の庭がある。その石は、エゴが強い人が行くと怪我をする。ところが、心がピュアで純粋な方が行くと、石たちがメッセージをくださる。私はそれを読んだときに、宮古島に行ってみたいな。石たちに会ってみたいって。その時からずっと思い続けて、約10年後です。2003年に、初めて宮古島に行くことになります。で、当時ですね、その石の庭を訪ねて行こうと思って、出版社に問い合わせしたんですけども、出版社はですね、個人の庭だから教えることはできないって言うんですよ。で、私は石の庭が宮古島にあるっていうことだけしか知らずに、宮古島に行くことになるわけです。ところが宮古島って言っても、全島回るのに車でも4時間ぐらいかかります。永遠探すわけです。どこ行ってもない。石の庭なんて手がかりがないわけです。それで、私は疲れ果ててですね、たまたま喫茶店に入るわけです。そしたらですね、その喫茶店が馬小屋風のですね、ちょっと不思議な喫茶店で、なんか入った途端からですね、ここはどこだろうと思い始めたわけです。まるで別世界に来たような感覚です。それで、ちょうどですね、庭なんか見たらですね、風がヒューッと吹いて、子供たちが遊んでるんですけども、顔立ちがですね、日本人じゃないんですよ。外国の子供たちが遊んでるように見えたんです。で、ここはどこの国だろうっていう風に、ある種自分の意識がですね、なんか変容し始めてたんですね。それで、現れた女主人の方、この方もね、ちょっと日本人離れした方だったので、あの、思わずちょっと英語で聞こうかなっていう風に思ったぐらいに、ちょっと迷ったんですね。それで、私は思わずその女主人に言うわけです。あの、石の庭ってご存知ですか？石の庭？
はい。新庄さんの庭？はい。あの、そうです。新庄さんのお庭です。新庄さんのお庭なら隣だよって。は？隣？なんと、その、たまたま立ち寄った喫茶店の隣だって言うんですよ。ところが、宮古島の隣っていうのは、私たちの本州で感じる隣ではなくて、2、300メートル先なわけです。で、私はこう歩きながら、隣ってどこだろうと思いながらですね、2、300メートルぐらい歩いたわけです。そしたら、こんもりとした、なんか森っぽいですね、お家なのか何なのかわかんないんですけど、ここかなと思ったんですね。緑があって。それで、そこをこう覗きながら、ここかなっていう風にこう探していたらですね、ちょうどですね、こちら側に畑があって、そこからですね、かくしゃくとした老人が現れるわけです。で、もしかして新庄さんかなと思いまして、私は声をかけます。新庄貞吉さんですかって言って。あ、あの、東京から来まして、ぜひお庭を見させていただかないでしょうか。私をですね、ずっと見るわけです。そしてですね、うーん、裸足になりなさい。裸足になれば入ってよろしい。はい。それで、私は裸足になって、こんもりとした緑のところですね。もう入り口から靴下脱いでですね、裸足になるんですけども、これ後に聞くんですけど、別に入り口から裸足になる必要なかったんです。でもね、私は正直にその時、入り口から裸足になって歩き始めたんですけども、そしたらね、気づいたんですよ。ちょっとでも油断すると怪我をするんです。石なんです。石がゴロゴロしてて。で、私自身がそこでですね、石に気持ちを合わせていくわけです。足と石をピタッと合わせていく。だん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 ね、石に向かう気持ちができてきたんでしょうね。それで、石に気持ちを合わせていくうちにですね、ちょっと小高い場所に来まして、うわーっと見たのは、一つが十数トンにもなる巨石がですね、乱立しているわけです。この石たちは、新庄貞吉さんが、実は、テコの原理だけで、一つ数十トンもします。掘り起こした石たちなんです。それをですね、5000個近く並んでますから。うわーっと、思わず息を飲みました。そして、石がですね、いわゆる石と違うわけです。サンゴができた石なので、ものすごい表情が豊かなわけです。それで、その表情が豊かな石の横に、石から聞いた言葉が書かれてるんです。それで私自身ですね、その石を見ながら、そしてその石のメッセージを見ながらですね、だん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 石の気持ちに近づいていったんです。それで、一つ一つ眺めながらですね、真ん中の石を見たときに、巨石です。ぐわーって映像が見えてきたんです。その映像は、津波で一瞬にして人類が滅びる映像でした。そして、その映像とともに、同じ過ちを繰り返していいのか、そんな内容がですね、私の胸に飛び込んできたわけです。人類は今から1万3000年の昔、当時このエゴの問題がクリアできなくて滅んだと言われています。それが太平洋沖、宮古島終戦の大陸で起きたんではないかと言われています。その時に私がその石から受けたメッセージで
書いた原作がこちらのストーンエイジという原作です。で、この原作を書いてから、私はね、大きな壁にぶち当たったわけです。なぜ石がそのようなメッセージを私に見せたのか。そこでですね、私自身が自分の内面を見つめながら、いろんな出来事を見つめながら思い出したことがあったんですよ。そこから遡ることの4年ほど前、1999年の2月、たまたま JR の浅草橋駅の駅前にあった名称堂っていう書店に私は立ち寄りました。そこでですね、旋律が走る本と出会ったんです。その本の名前は、自らの伝言っていう本でした。この自らの伝言、江本勝先生が書かれた写真集であり本であります。これが後にですね、全世界に大ヒット、ニューヨークタイムズでもベストセラーにもランキングする大ヒットとなります。で、これ後に聞くんですけど、実はこの自らの伝言は自費出版で、一番最初に下ろしたのが浅草橋の名称堂だったんです。しかも、下ろしたてです。1999年。もしかしたら世界で初めての本を読んだのが私だったかもしれません。そして私はその自らの伝言を読んだ時に、これを映画化したいって、その時に思ったんです。それで、その時のことを思い出しました。石がなぜ私にメッセージを伝えられたのか、その情報はなぜ私に伝わってきたのか、その鍵が水にある。それで私自身ですね、この自らの伝言の出版社に実際にこちらの写真をお借りして映画に使いさせていただきたいというつもりで、出版社に連絡をしようと本を開いた時にですね、びっくりしたんですよ。台東区柳橋って書かれたんですね。柳橋。しかもですね、よく散歩する場所だったんです。で、その場所はですね、たまたまよく散歩してですね、なぜか自らの伝言のポスターが貼られていて、その場所だったんですよ。で、私はアポなしでその出版社を訪れます。でね、当時この出版社 IHM さん、私はびっくりしました。皆さん何か違うわけです。入ってくるなりですね、私が入ってきたらね、いらっしゃいませ。何かね、ちょっと違うんです、雰囲気が。それで、私がね、いろいろ説明して、決して怪しいものではないんですけれども、実はこういう映画を作りたくて、江本先生のこの写真集、こちらへどうぞ。で、私は応接間に案内されまして、その前でですね、秘書の方に、ね、私は説明をするわけです。これはこういう風になって、こう映画はこういう風に作りたくて、ぜひ先生の写真。うん、うん。その秘書の方はですね、目を閉じながらですね、私の話を聞くわけです。なんか違う。わかりました。現在、江本会長は海外に出張しております。メールにて監督のお話をお伝えしますので、後日連絡をお待ちください。はい。ということで、実際にその出版社を離れて行きました。そしたらですね、すぐにです。連絡が入りました。会長が監督のためにセミナーをする。スタッフを集めてください。っていうお話だったんです。それで私は急遽ですね、本当に急遽です。私と数人のスタッフと共に江本会長のオフィスを再び訪れます。そこで初めて江本勝会長とお会いします。そこで聞いた話。私自身が納得いったんです。石にも水が含まれています。空気中にも。すべてはエネルギーと物質を結びつけているのはまさに水なんです。そしてその水の情報がイメージを伝え、私たちの記憶を伝えていく。
水なんです。波動なんです。バイブレーションなんです。すべては量子レベルでバイブレーションを持ってる。波動。このことを描いた映画、ストーンエイジ。ぜひご覧ください。そしてですね、この波動について、5月の22日に縄文ゲート波動フェスティバルで私もお話をさせていただく予定です。もしご興味がある方がいたら、ぜひこちらに話を聞きにいらしてみてください。7作品、おとといより復旧しました。ぜひこのチャンス、お見逃しなく。皆さんも今、お宅にいることが多くなって、この先どうなるんだろうって、いつまで続くんだろうって、いろいろ思い悩むことも多くあるかと思います。ですがですね、今これはものすごいチャンスが始まっています。私たちの生き方が本当に持続可能な方向に向かっていたのだろうか。私たちの仕事のあり方が本当にこの地球を持続可能な方向性に導くようなあり方だったんだろうか。生き方、生活の仕方、考え方を変えていく大きなチャンスです。そしてですね、この時に気づいたことを行動に移した時に、実はこれが人類が大きく進化を遂げたチャンスであったっていうことに気づく時が来ます。どんなことが起きても大丈夫です。すべてはきっとうまくいく。それでは皆様、ごきげんよう。引きこもりの人はね、失敗するのが怖くて出ていけないの。古賀君は今その恐怖と戦ってるのよ。信じれば何だってできないことはないんだよ。新しいことをやるときにはいろいろ弊害がつきまとうんだ。やめろ！今頃なんて父親面するなよ。部屋から出ない家族を持つ身にもなってよ。伝えられるし変えられるってこと？変わると思うよ。焦っちゃいけないんだよね。古賀君みたいな友達ができてこんなに嬉しいことはないよ。この世のすべては自分の心の中にあるんだって言ってた。This is his third appearance on this plane. Before this one, he was a monk. And they're asleep on the couch, he would say, yes, we have the body. And he would describe the person, what was wrong with them, how they could get better. And the communication he gave while asleep on the couch is called readings. With Casey, it's names, dates,
body parts, blood type, temperature, and you start saying, well, how could he possibly have done this? で驚くのは江戸慶子は全く医学情報医学知識ないにもかかわらず催眠状態に入ると正確な医学用語を使う。そしてね江戸慶子のもとにやってくる方々というのはほとんどの人が当時の医学で治せなかった方々なんですよ。